この動画は JLC-PCB の提供でお送りします。プリント基板を作るなら JLC-PCB、安くて早い。このスピード感は試作品を作るときにものすごく役立ちます。最近のおすすめは部品実装も一緒にやってもらうことですね。JLC-PCB 自体が部品商社もやっているので在庫品多数です。JLC-PCB で取り扱っていないようなハイスペックの部品も他の商社から代理購入してもらえるサービスがあります。ぜひ一度使ってみてください。クーポンも配布中です。こんにちは。最近アリエクスプレスで面白そうなものを見つけるのにハマっています。普段と違ってこの動画は息抜き企画みたいなものです。今日は何を買ったかというと、前からずっと気になっていた USB ハンダゴテを買ってみました。アリエクスプレスの面白い商品を探す旅ですが、前回は USB-C で給電する直流電源を買ってみました。今回は USB ハンダゴテを見つけたので使ってみたいと思います。前回使った直流電源については動画の概要欄とコメント欄にまとめています。気になった人はぜひ見てください。使ってみた感想ですが、正直想定していたよりもかなり良かったです。鉛フリーハンダもスルスルと溶けますし、普段使いならほとんど問題ないんじゃないかなと思いました。欠点を挙げるとすると、小手先のラインナップが少ないことと入手性が悪いことです。小手先の種類は豊富というわけではありません。日本メーカーのような品揃えはないです。小手先は中華独自規格のようなものを使っています。なので壊れた時を考えると長期的に入手できるかは疑問です。こんなわけなのですが、実際に USB ハンダゴテを見ていきましょう。通常ハンダゴテというとコンセントに挿して使うものを想像するかと思いますが、こちらは USB Type-C から電源供給を受けるものになります。USB ハンダゴテの一番いい点は何かというと、モバイルバッテリーで使えることなんですね。こちら今モバイルバッテリーに接続していますが、問題なく使えています。温度も350度前後を維持していますね。モバイルバッテリーを使えると何がいいかっていうと、コンセントのないところでもハンダゴテを使えてしまうんです。例えばコンセントの使えない屋外であったり、車内であったり、電源の使えない現場であったり、そういったところでこれ大活躍するんですね。このように USBハンダゴテの一番の特徴というのは、モバイルバッテリーさえ使えればどこでもハンダ付けができるという点です。これ非常に大きな特徴なんですね。ガス式のハンダゴテの代替になります。ガス式のハンダゴテは非常に高い熱を与えることができますので、太い導線であったりそういったものにハンダ付けができます。逆にこちらの USB ハンダゴテは最大電力が 65W なので、そこまで高い熱をハンダ付けの対象に与えることはできません。ですがガス式のハンダゴテと比べるとある程度の代替はできるのではないかと思います。特に細い配線なんかはこちらの USB ハンダゴテの方がかなり使いやすいのではないかと思います。非常に便利になりますので、モバイルバッテリーとセットで使ってみてください。今回は比較検討のために2種類購入しました。アリエンテックと読み方わからないんですが、多分フナーシとかいうところですかね。個人的な感想としてはこちらのフナーシの方が使いやすいかなといったところです。実際の使い心地であったり、あとは温度制御の安定感がこちらの方が高いです。次は基本的なスペックの紹介です。どちらもほぼほぼ同じだったので、フナーシの方で説明します。USB の Type-C に対応しています。消費電力は最大で 65W です。小手先の温度設定は80度から420度の範囲内で設定できます。USB Type-C は PD に対応しています。ですので電圧を変えることで最大電力の調整ができます。こちらの USB ハンダゴテは 9V から 20V の間で給電ができます。給電の電圧が低い場合は消費電力の設定が低くなって、給電の電圧が高い場合は定格消費電力の 65W まで熱を与えることができるというようなものです。今回は小手先が複数付属しているものを購入しました。それぞれ6本付属しています。単品で購入するより1500円くらい高くなります。まず購入時の価格、フナーシが約5000円、そしてアリエンテックが5800円となりました。アリエンテックの方は結構柔らかい、使い心地のいい USB ケーブルが付属していたので少し高くなっています。それでもほぼほぼ同じ価格の5000円程度で購入しました。ちなみに一番安いキットだとフナーシ、アリエンテックともに3600円程度です。この動画をアップロードしている頃なんですけども、11月30日の17時まではブラックフライデーセール中なので、カートに入れるとさらに安くなって、一番安いキットですと3100円程度で購入できます。それプラスストアクーポンで2000円台後半が最安値かと思います。アリエクスプレスの場合、セール前、セール中、セール後で価格がほとんど変わらないアリエク仕草みたいのがあるので注意です。
二重価格みたいな感じで常時安くなっていることが多いので、そこまで急いで買う必要はないかなとは思っています。ただセール後に高くなっていると損することになりますので、基本的にはセール中に購入することをお勧めします。アリエクスプレスで買い物するっていうのはこういったことまで考えて使うっていうことなんですね。まずはアリエンテックから。形はこんなんです。三角形ですね。鉛筆みたいで握りやすいかとは思います。基本のキットに付属しているのは K 型の小手先です。電源を入れます。小手先が刺さっていないので小手先を入れます。こんな感じですね。入れるんですが、これ実は罠なんですね。こちらのネジを取り外さないと小手先入りません。小手先を奥まで入れて、この時に握った時に小手先がちょうどいい感じに対象物に当たるように方向を調整します。これで USB ケーブルを接続すると電源が入りました。このボタンを押すと加熱が始まります。温度上昇は結構早いです。設定温度350度ですが、だいたい10秒くらいで上がりました。小手先の温度設定が350度の時、消費電力はだいたい 5W から 15W くらいといったところです。ここに何%くらい電力消費してるというのが書いてあります。小手先温度をわざと急激に冷やそうとすると、こんな感じで消費電力が上がります。ですけど、かなりよく追従していますね。消費電力 80% 程度まで上昇していますが、問題ないといったところです。急冷している時の消費電力はだいたい 50W から 60W 程度消費します。こんな感じでかなり消費電力高いので、定格電力以下の AC アダプターを使うと、このようにうまく起動できません。この場合どうすればいいかというと、消費電力を下げる設定があります。ここのワークボルのところです。ここで消費電力を下げることができます。13W から 65W の間で結構幅広く調整ができるようです。消費電力の設定を下げましたが、このように問題なく起動できています。ただ消費電力が下がるということは、それだけ熱回復の性能が劣るということになりますので、その点は注意する必要があります。基本的には低格電力が使えるような設定で、こちらの USB 充電器は使用すべきです。温度設定はここのボタンで変えることができます。今10度単位で設定できていますが、最大で420度、最低で80度まで調整できます。最低80度なので、電子工作以外のものでも使えそうな感じはしますね。手芸とかそのあたりでも使えそうな温度です。ちなみに温度設定ですが、PID 制御していて、こういう風に温度がオーバーシュートすると電力が振動するんですね。もう一回やってみます。温度にたどり着くまで 100% 電力を注入して、若干オーバーシュートしてこういう風に電力が振動するんですね。これ制御としてはそこまでハイスペックなものではないかなといった印象ですね。結構オーバーシュートとかリンギングとかしていました。ただここまで早く温度が上がるわけですから、優秀といえば優秀です。ちなみに温度のステップ幅、今は10度単位になっていますが、メニュー画面からこちら変えられるようになっています。ここの添付ステップというところですね。最低で5度刻みで変えられるようになっています。このように5度刻みで変えられるようになりました。ちなみにハンダは問題なく溶けてくれます。基本的な使い勝手としては全く問題なくて、非常によく使えるハンダゴテかと思います。ただこちらのアリエンテックのハンダゴテ、微妙ポイントがいくつかあります。まず一つ目、ここの金属部分が使っていると指に触れてしまうんですね。この部分ですね。温度は実はそこまで高くはなっていなくて、60度から70度くらいかなといったところです。ですがこういう風に指に触れてしまうと、やっぱですね、なんか熱くなったり、あとはちょっと不安になるんですね。ここマイナスポイントですね。もうちょっとグリップの部分に膨らみを持たせてもいいんじゃないかなとは思ってます。こういう風に触っていますが、温度は60度、70度かなといったところです。実際に触れても問題はないんですけども、やっぱちょっと熱いですね。ちなみに連続で使っている時に本体部分が熱くなるとか、グリップの部分が熱くなるとか、そういったことはありませんでした。その点に関しては非常に優秀です。ハンダゴテをずっと使っていると持つ部分が熱くなってくることが結構あるんですよね。先ほどまで使っていた K 型の小手先を取り外して、次は BC 型の小手先に取り替えてみます。小手先を取り外す時なんですけども、小手先の温度が下がるまで待たなきゃいけません。これはどんな USB ハンダゴテでも共通のことです。BC 型の小手先を入れて、ネジを締めて、そして電源を投入します。
2つ目の微妙ポイントなんですけども、この小手先の収納ケースがついてないんですね。これ結構不便です。こちらの船足の小手先の場合、ハンダゴテの先端のケースがあるので、熱い状態でも収納可能になるんですね。これかなり便利なんですけども、アリエンテックの場合、今から金型を変えるとか難しいので実現できないとは思いますが、次回以降ですね、もし取り入れるとしたら先端のケースもつけてほしいところです。据え置き型の小手台があればそこにずっと放置できるんですが、出先で小手先を使うってなるとですね、ハンダ付けが終わってすぐ次の現場に移動したいみたいな場合があるかと思います。そういった場合に小手先のケースがあると撤収の時にすぐ撤収できると。こう考えると小手先のケース重要そうじゃありませんか？小手先がないってことはこの特徴を一つ潰してしまっていることになるんじゃないかなと一見は個人的に思っています。次は船足の USB ハンダゴテです。基本的な使い方についてはアリエンテックのものと変わりません。USB ケーブルをつないで、そしてボタンを押せば温度上昇が始まります。メニュー画面の入り方なんかもボタンを同時押しして入ります。そこら辺の動作については変わらないです。USB 充電器の電力が足らない場合は同じように電圧を調整して最大電力を調整できます。船足の方は現在使っている電圧が出ていますので、表示的にはこちらの方が丁寧です。こちらのコテの握り心地ですが、このように握りやすいですね。こちらの部分がゴムになっているので滑りません。で、小手先に向かうに従ってここが少し太くなっています。ですので使っているうちに先端の方にずれていくみたいなことはないです。コテを外す時にこのネジの部分がありますが、50度から60度くらいかなといったところです。通常使っていて万が一触れてしまったとしてもそこまで熱くはないので安心してください。次にこういったハンダゴテを使う時に一番気になるのが消耗品の交換についてです。小手先は消耗品なのでその替えが見つかるかどうかっていうのが重要です。で、小手先なんですけども、替えの小手先が購入できない場合、なかなか導入が難しいかと思います。実際に見てみると、アリエクスプレスで互換品の小手先が大量にあるようです。今回使ったアリエンテックと船足の小手先について規格を調べてみたのですが、よくわかりませんでした。多分中華製品共通で使える独自規格のようなものかと思います。替えの小手先を見つけるときは HS01 とか T65 とかそういったワードで調べれば互換品の小手先が大量に出てきます。なので小手先に困るということはまずなさそうです。アリエンテックの小手先も船足の小手先も見た目ほとんど同じなので多分互換品だろうなと思って実際に試してみました。アリエンテックのハンダゴテに船足の小手先を、船足のハンダゴテにアリエンテックの小手先を入れていますが問題なく動作しています。ただ動作保証はしていないのでその点だけは注意です。でも問題なく使えています。ちなみに船足のハンダゴテの温度上昇を見てみるとこんな感じです。一気に温度が上がりました。温度はですね、だいたいセットする温度のマイナス20度くらいのところからゆっくりと上がり始めて、特にオーバーシュートをすることなく目標の温度になります。小手先を急激に冷やすとこんな感じですね。消費電力は一気に上がりますが目標の温度を維持しています。では実際にハンダ付けしていきます。個人的に使い心地が良いと思っている船足の方を使っていきます。コテ自体の性能はアリエンテックも船足もほとんど変わりありません。好みで使いやすい方を使えばいいかと思います。コテ台の選択ですが、どのコテ台でも問題なく入ります。発光のやつでも問題なく入りますし、グッドのやつでも問題なく入ります。今回は小手先の温度は350度、電力は定格の 65W で使います。こちら 20V ですね。小手先については K 型と BC 型を使ってみます。右が K 型です。ハンダは鉛フリーのものを使用します。組成はこちらです。まずはリードのついた部品をハンダ付けしてみたいと思います。ちなみにこちらのプリント基板一見オリジナルのものになります。ブレッドボードと同じサイズで使えるものです。Amazon で買えるようになっています。概要欄、コメント欄にリンクあるので気になる人はぜひ買ってみてください。リードを適当に挿していきます。というわけでハンダ付けしていきます。ちょっと酸化してたんで先端にハンダ盛ります。小手先を押し当ててハンダ付けすると。いけますね。結構鉛フリーハンダ融点高いんでちょっと溶けづらいんですけど問題なく溶けています。こちらもやってみます。ちょっとこの基板だと K 型は苦手かな。問題なくハンダ付けできていますね。K 型の小手先だと少しハンダ付けしにくいので BC 型にしてみます。USB ハンダゴテだから仕方ないんですけど、この小手先を外して交換する作業が結構めんどくさいですね。
BC 型でハンダ付けしてみます。うまくいきますでしょうか。押し当ててハンダを供給すると。かなりいいですね、これ。K 型と比べてこちらの BC 型、小手先がかなり大きいので熱容量が高いんですね。なので鉛フリーハンダでこういう風にハンダを供給してもなかなか温度が落ちないので、ハンダ付けもかなりしやすいですね。ハンダもこういう風に広がっていくのがよくわかるかと思います。こちらのプリント基板、銅箔がこのように繋がっているので熱容量が少し大きいです。熱容量が大きいんですけども問題なくハンダ付けはできています。ちなみに一見基板、銅箔が大きいので表面からでもこのようにハンダ付けできてしまいます。はい、問題なくできていますね。こっちもこんな感じでハンダ供給してハンダ付けができています。ここの部分も同じようにハンダを供給してはい、できました。ここの電源供給ライン、銅箔がかなり広くて熱容量大きいですが、表面からとりあえずハンダ付けしてみましょう。ここをブリッジするとプラスとプラスを共通にできます。はい、問題なくハンダ付けできました。マイナスの方も同じようにやってみましょう。熱を供給して、そしてハンダ付けをすると。はい、できました。次は熱容量の少し大きな部品もハンダ付けしてみます。この部品どうかな？いけるかな？問題なくできていますね。なかなか性能いいぞ、これ。しっかりと問題なく溶け込んでいますね。表面を見てもこのようになっています。次は生基板をハンダ付けしてみます。ちょっと難しいかなと思うんですけど、どんくらいいけるんでしょうか。意外といけますね。ただちょっとですね、熱量は不足気味かなってのはあるんですけども、問題なくこちらもいけています。思ったより温度低下しないですね。なかなかいいんじゃないんでしょうか。ちなみに生基板にハンダ付けしている時の温度と消費電力はこんな感じです。結構高くなりますね。こちらで電力消費していることがわかります。だいたい20Wから30W、40W 程度消費するといったところです。ここまで足付きの部品をハンダ付けしてきました。正直な感想なんですけども、想像よりかなりいいです。っていうのも定格電力は 65W なので、電力的にはかなり大きいんですね。なので熱回復がかなり早いです。こういう風に非常によく溶けてくれます。こちらの温度制御についてですね、表示値はそこまで信用してはいないんですけども、だいたいこのくらいの温度かなっていう感覚はあります。非常に溶けやすいですし、温度回復する時間とか熱回復とか、そういったのはこのレベルで、しかも USB ハンダゴテですからね、ほとんど気にならないレベルです。もちろんプロが使うような超本格的なステーションタイプのハンダゴテと比べれば劣るかとは思うんですけども、十分な性能は持っているかと思います。なかなか性能はいいんですけど、ちょっと耐久性がどのくらいあるかなっていうところですね。正直気になりますね。小手先のヒーター部分なんかは消耗品で交換ができますし、こちらの本体の部分の寿命がどのくらいあるかですね。次はチップ部品のハンダ付けをやってみます。積層セラミックキャパシターのハンダ付けです。ハンダの太さは先ほど 0.8mm でしたが、ちょっと補足して 0.4mm のものを使用します。同じく鉛フリーです。チップ部品なんでフラックスがあった方がハンダ付け簡単になります。チップ部品をハンダ付けする場合、D 型といってマイナスドライバーの先端のような形状の小手先が使いやすいのですが、今回はそういった形状は付属していませんでした。なのでその代わりになる K 型の小手先を使います。チップ部品、画面では大きく見えますが普通に小さいです。こちらは 1.6mm×0.8mm のセラミックキャパシタです。では実際にやっていきます。チップ部品のハンダ付けについては以前の動画で解説していますので、そちらぜひ参考にしてみてください。まず片方に仮ハンダを持っていきます。ここにフラックスを供給します。部品をピンセットでつまんでスライドさせるようにしてハンダ付けをします。はい。反対側も同じようにハンダ付けしましょう。フラックスを少しだけ供給します。小手先に少しハンダを供給して、そしてハンダ付けすると。見た目悪いので少し修正します。はい。一番最初にハンダ付けした方はこれ仮ハンダなので、もう一度ハンダ付けし直します。熱を与えるだけで OK です。はい。こんな感じでチップ部品のハンダ付けができました。もう一回やってみます。仮ハンダを供給、フラックスを塗ります。
そしてチップ部品をスライドさせるようにハンダ付け。反対側もハンダ付けします。フラックスを供給。小手先にハンダを少しだけ供給して、そしてハンダ付けすると。一番最初にハンダ付けした方は仮ハンダでしたので、もう一度ハンダ付けし直します。フラックスを少量供給します。そして熱を与えます。はい、完了です。こんな感じでチップ部品をハンダ付けしました。問題なくできているかと思います。こちらも問題なくハンダ付けできています。動画の中では船足を使ってハンダ付けしましたが、アリエンテックでも問題なくできています。あと、これは使い慣れているかどうかの問題なんですが、小手先は K 型ではなくて、やはり BC 型の方がハンダ付けしやすかったですね。これは普段から BC 型の小手先しか使ってないからだと思います。というわけで、アリエクスプレスで購入した USB ハンダゴテを使ってみました。感想としては、想像以上に出来は良くて問題なく使えるレベルです。鉛フリーハンドも問題なしです。USB Type-C で給電しているので、モバイルバッテリーから電力供給ができるというのがかなりいいです。モバイルバッテリーと併用することで、これまで以上にハンダゴテの活躍の場が増えるのではないかと思います。ハンダゴテの設定を変えることで、定格消費電力も抑えることができますので、供給電力の小さいモバイルバッテリーにも対応可能です。欠点はやはり小手先の入手性とラインナップです。こちらの小手先については中華独自規格かと思うので、継続的に入手可能かどうか、そして互換性などの問題もあります。そこがデメリットです。ただ互換性については動画の中で少し試しましたが、同じ規格内で使うのであれば問題はなさそうです。こういった入手性や互換性といった問題はありますが、かなり実用的な製品かと思います。気になる人はぜひ手に入れてみてください。アリエクスプレスでブラックフライデーセール中ですが、通常より安く入手できるチャンスです。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。一見の公式 LINE あることを皆さんご存知でしょうか？概要欄にあるリンクから登録できます。LINE からメッセージを送ってもらえれば、その内容は全て一見に届くようになっています。全部見てます。なので視聴者の皆さんからこういったことをやってほしいとか企画の提案とかがあれば参考にさせてもらいます。企業の人も公式ホームページやメールアドレスの方からもご依頼お待ちしております。一見の YouTube を企業の PR や工場見学、研究所のアウトリーチ活動、人材採用への PR 活動などいろいろなことに活用できます。ぜひお問い合わせください。視聴者の興味を引きそうな我こそはという会社、ぜひお願いします。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。T シャツ販売中、詳しくは概要欄から。